アークシステムワークスが送る完全新作アクションアドベンチャー、デイモン&ベイビー。大魔王を夢見る悪魔デイモン、亡き親友の遺言により預けられたのは不思議な子供。魔王と子供、奇妙な親子の冒険が今始まる。冒険の舞台となる広大なエリア、砂の町ボルドシティ。旅の拠点となるトレーラーで休息し、コンビニで装備を整えよう。手強い敵、さまざまなギミック、新たなスキルを手に入れて領主の館を目指せ。ショッピングモール。北の悪魔に占拠され戦場と化した巨大モール、敵の包囲網を突破せよ。吸血鬼マフィアにガチョウに変えられた侍、頼れる相棒の力を借り閉ざされた出口を切り開け。霧の町、深い霧に閉ざされた不気味な町。アパートや墓地に潜むお化けの謎を解き明かせ。屋根を伝って飛び回り子供たちとかくれんぼ。霧の壁を抜け敵幹部を打ち破れ。立ちはだかる強大なボスとくせ者揃いの悪魔たち、そして奇妙な協力者、総勢150以上のキャラクターが物語を熱くする。世界の命運を背負う2人の旅、その果てに待つものとは。デイモン&ベイビー。さあ冒険の舞台へ。アークシステムワークス、目覚めよ。アクション増やせ。そして食らえ。一人用ゴリラカードゲームゴリティア。ゴリティアはワイルドなゴリラたちがたっぷり詰まった大人気カードゲーム。そのゴリティアがデジタルゲームとして遊びやすくなって登場。ゴリティアは大地に7匹以上のゴリラを並べるゲーム。ゴリラたちのアクションを使ってどんどんゴリラを増やそう。しかしバナナが足りなくなってしまったら敗北、群れは崩壊、みんなチリジリに。ゴリラが地面に7匹以上並んでいれば勝利宣言。デッキのゴリラとバナナの枚数を自由に決められるノーマルモードや、ゴリティアの世界観と特殊なルールが楽しめるクエストモードも遊べるぞ。一人でじっくり楽しみたい、ゴリティアの世界を見てみたい、ワイルドなゴリラに熱中したい、そんなあなたのためのゲームゴリティア。みんなバナナは持ったな。
こらー！ようこと聞くね。今日という今日はまったく食い意地張りすぎよ。よかったの？説教は後にしてやるね。世話の焼けるやつばかりね。こいつはウサギ。美男子と引き換えに現れた盗み食い常習犯ウサギや。皿に乗るのは料理だけ。身一つで戦うのが料理人だからこそ、誰が相手だろうと愛しく笑顔にしてやれるってものある。私が何度転ぼうが起き上がるのは私のためにだけ。理想はその先で待ってるからね。さあ張り切っていくわるよウサギ。皆さんこんにちは。アークシステムワークスショーケースへようこそ。番組の進行を務めます望月由美子です。よろしくお願いいたします。この番組ではアークシステムワークスが開発や販売を行うタイトルの最新情報をお届けします。本日は前半にさまざまなジャンルのタイトルに関する情報を、後半には格闘ゲームタイトルに関する情報をご紹介いたします。ぜひ最後までお見逃しなく。それでは早速ご紹介してまいります。まずは本日が初公開となる完全新作タイトルのご紹介です。
どうにも記憶が曖昧で、いつの間にか腕にも変な模様が浮かんでるし。二度は聞かない。君、何？人？その途上で何かに遭遇。いいことをしました。自分が消えるあの甘美。カンナギ系、多分。お二人をスカウトに来ました。止めないし壊さないなら世界ごと拒絶するだけよ。うちの先輩神になるってんなら、まずこっちに話を通してもらおうか。皆さん、最新映像はいかがでしたでしょうか。ディレクターの平江です。よろしくお願いします。私からは本日が初公開となる新作タイトル「干ばくのクリファー」をご紹介いたします。このゲームは爽快なアクションライクなバトルを簡単にぶっ放せというコンセプトのもとに開発されました。舞台は変容災害と呼ばれる事件が発生し、怪異と呼ばれる化け物が出現するようになってしまった渋谷を中心としていまして、2人の主人公である公安組織所属のレナとソーマが怪異発生の謎を追うというストーリーとなっています。ゲームはマップ上の選択可能な場所を訪れることで物語が進んでいきます。物語はほぼフルボイスの豪華仕様となっており、没入感を高めてくれることでしょう。戦闘シーンでは流れていく時間の中で自分のスキルを連ねることで敵を撃破していきます。最大の特徴として敵の攻撃タイミングが画面上の UI で目視できるようになっており、自分の攻撃スキルを敵の攻撃に合わせることでカウンターを発動し、大ダメージを与えダウンを取ることが可能です。こうした特殊なプレイングで敵に対してのカウンターを主軸とした RPG となっています。他のゲームにはないゲームシステムを導入することにより、刺さる方には刺さる尖ったゲーム内容となっています。また主題歌やオープニング等といったゲームを彩ってくれるコンテンツがございますが、それはまた続報にてお知らせいたします。その続報についてはあともう少しだけお待ちください。ぜひご期待ください。平八重さん、ありがとうございました。さて、それでは続いてのタイトルのご紹介です。先日は UFO 記念日でしたが、皆さんは夜空を見上げましたか？もしかしたら私たちのすぐそばに宇宙人が紛れ込んでいるなんてことがあるかもしれません。そんな宇宙のロマンを感じさせるタイトル、宇宙人審査アドベンチャーどうなたるです。まずは新着映像をご覧ください。舞台は2206年。プレイヤーは入生審査官となり、地球を訪れる多種多様な宇宙人たちを審査することになります。未来の審査の特徴は最大8人を1グループとした集団審査。まずはグループ全体を見渡して情報を整理します。審査での最大の武器は会話。審査室には2人まで同時に呼び出せます。彼らにさまざまな質問をして情報を引き出しましょう。誰と誰を部屋に呼ぶか、その組み合わせによって宇宙人たちの反応や会話の内容が変化します。会話の矛盾や隠された本性を見抜き、彼らを地球に迎え入れるべきかどうか決断を下しましょう。
フレンドリーな宇宙人を地球に入れると彼らと仲が深まることもあります。しかし危険な宇宙人を地球に入れてしまうとどのような未来が待っているかはあなたの審査次第です。ドーナタルは2026年 Steam にて発売予定です。ぜひウィッシュリストを登録して発売をお待ちください。続いては昨年のアークシステムワークスショーケースでも話題を呼んだデモンズナイトフィーバーの最新情報が届きましたので、こちらをご覧ください。皆さんこんにちは。スーパーニッチ代表の新川宗平です。本日は完全新作育成 RTA シミュレーション RPG デモンズナイトフィーバーの最新情報を持ってまいりました。まずはこちらの映像をどうぞ。皆さんいかがでしたか。昨年この場を借りてタイトルとジャンルだけ発表させてもらったのですが、ゲーム画面をお見せできたのは今日が初めてです。一体どんなゲームなんだと思われた方のために見どころをご紹介させてください。本作のテーマはズバリ悪を楽しむこと。邪神復活の儀式に巻き込まれた社畜の青年が悪の力で偽りの神を叩きのめす物語です。ゲームは大きく分けて2つのパートがあります。まずは育成パート。バトルに備えてアジトで主人公やしもべを育てるのですが、その方法がちょっと物騒です。悪行を働いてステータスを上げるもよし、怪しい勧誘でしもべを増やすもよし、宝探しでやばいアイテムをぶんどるもよし、邪神の使徒となって自由に軍団を強化してください。そして本番のバトルパート。王道のマス目型シミュレーション RPG かと思いきや、本作ならではの超挑戦的なシステム、味方殺し大推奨、その名もしもべ国士システムを搭載しています。キルスキルや吸収といった文字通り本来味方であるはずのしもべを犠牲にする戦術で戦いを有利に進めていきます。仲間が死んじゃうのって心配した方、安心してください。このゲームのしもべたちはキルされればされるほど転生して強くなっていくシステムになっています。なのでためらう必要は一切ありません。良心の呵責はゴミ箱に捨ててどんどん使い倒しちゃってください。さらにストーリーの展開もはちゃめちゃです。各章のボスを撃破するごとに世界観がガラッと変わります。ある章では怪人になって戦隊ヒーローをやっつける、ある章では魔女になって魔法少女をぶちのめす
といったようにこれまでにない悪事の快感を存分に味わっていただけます。制限時間の中でいかに効率よくしもべを集めてステータスをガチガチに強化するか、そして本番ではどんな戦略でしもべをキルして敵を消し飛ばすか、これら全てを詰め込んだ結果、本作のジャンルはこうなりました。敵も味方もキルキルキル、死ねば死ぬほど強くなる育成 RTA シミュレーション RPG です。どうですか？かなり尖ったゲームになったと思います。本作はただ気をてらったわけではなく、これまでの常識を覆す新しい要素をふんだんに詰め込んだ、私たちにとって非常に挑戦的な作品になっています。シミュレーション RPG の新しい面白さをぜひ皆さんに体験してほしいと思っています。デモンズナイトフィーバーは2026年内の発売予定です。ぜひ皆さんの手で悪行を楽しんでいただけると嬉しいです。どうぞご期待ください。チェケラ。新川さん、ありがとうございました。デモンズナイトフィーバーは2026年発売予定です。今後の続報をお待ちください。続いては昨年の番組でもご紹介したフランスのゲームデベロッパー.M がお届けするベルトスクローグアクションゲームアブソラムの最新情報をお届けします。こんにちは皆さん、またマイクです。アブソラムのプロデューサーです。Greetings everyone, I'm Mike, producer and co-creative lead on Absalom. I'm honored to have us featured in this art showcase to announce that Absalom is coming to Switch 2. We are thankful to our community for making Absalom a resounding success with over 500,000 copies sold worldwide across all platforms. We received incredibly positive press reviews and player ratings, victories at the Pegasus Award for Independent Game of the Year and Best Game Design, along with nomination in the most important game award ceremonies. The Switch 2 version will be available in both digital and physical editions, featuring improved performances, family sharing, and of course, full cross-platform multiplayer. What is most important to us is to make sure that people who want the Switch version can upgrade to the Switch 2 version for free while keeping their progression and save data. So we're taking some extra time to ensure it's possible when the game releases on Switch 2 on September 17th. Once again, we want to thank all the players who joined the fight across all platforms. Absalom is a great success only thanks to you, and we look forward to unveiling our future plans. Thank you for all your support. Domo arigatou gozaimasu. マイクさん、ありがとうございました。アブソラムのスイッチ2版、楽しみですね。発売は2026年9月17日。本日より各販売店でのパッケージ版予約も開始しております。ぜひチェックしてくださいね。続いては数々のゲームアワードを席巻した話題作デイブ・ザ・ダイバーに関する情報です。昼にはダイバー、夜にはお寿司屋さん。世界中で大ヒットしたハイブリッド海洋アドベンチャーがさらに進化して帰ってくる。ドレッジやゴジラといった
話題のコラボ DLC を収録し、任天堂スイッチ2とプレイステーション5で発売決定。ベイブ・ザ・ダイバーコンプリートエディションは2026年10月8日発売です。続いてはデイモン&ベイビーの最新情報をご紹介します。皆さんこんにちは。アークシステムワークスプロジェクトマネージャーの太田です。皆様いつもデイモン&ベイビーをプレイしていただきありがとうございます。発売から3ヶ月、皆様のご意見をもとにいろいろとアップデートを重ねてきました。オートセーブの仕様変更、オートマッピング機能の追加、発売当初と比べるとかなり遊びやすくなったと思います。まだプレイしていない方、途中で諦めてしまった方、ぜひ新しくなった本作を遊んでみてください。さて本日はデーモン&ベイビーに関する最新情報をお届けしたいと思います。こちらの映像をご覧ください。皆さんどうでしたか？デーモン&ベイビーのバージョン2アップデートが決定しました。今回のアップデートでは新コンテンツブラッテーチ教の試練や新しい衣装などが追加されます。ブラッテーチ教の試練とはゲーム内のとある場所に登場するブラッテーチ教のもとに訪れると封印の書を授けられ、試練となるステージに挑戦することができます。試練はプレイヤーのテクニックを求められる高難易度のステージになっているので、ぜひ挑戦してみてください。これからもまだまだバージョンアップを行っていく予定です。まだ詳しくお伝えすることはできませんが、新しいストーリーやキャラクターが登場するかもしれません。ぜひご期待ください。そしてバージョン2の配信はこの放送が終わってすぐとなります。ぜひ皆さん遊んでみてください。太田さんありがとうございました。デイモン&ベイビー、今後のアップデートにも目が離せませんね。バージョン2アップデートは番組終了後間もなく配信です。プレイしたことがある方もこれから初めてプレイする方もぜひ遊んでみてください。お待たせいたしました。さてここからはアークシステムワークスがお届けする格闘ゲームタイトルの最新情報を続けてお届けしてまいります。まずはこちら、好評発売中のピュアラノベナイズ 2D バーサスアクションゲームアンダーナイトインバース2シスタセレスのご紹介です。
アンダーナイトインバース2シスタセレスに追加される新キャラクターゾハルは2026年夏に配信予定です。エボ2026での続行にもぜひご期待ください。続いての作品を紹介する前に、皆さんはアークシステムワークスが開催しているアークワールドツアーをご存知ですか？まだ知らないよという方に向け、アークワールドツアーを簡単にご紹介させてください。アークワールドツアーは世界各国地域で開催される格闘ゲームの世界大会です。先日行われたエボジャパン2026やコンボブレイカー2026をはじめ、各地域で予選大会が行われ、2027年春にアメリカで決勝大会が開催されます。そのアークワールドツアーのメインタイトルに選ばれている作品の最新情報をご紹介いたします。皆さんこんにちは。マーベル闘魂ファイティングソウルズでディレクターを務めていますアークシステムワークスの関根です。本作で我々が挑戦したのは誰でも楽しめる新時代のチーム格闘ゲームです。多人数の格闘ゲームはキャラを何人も覚えるのが大変というイメージがありませんか？本作では4人チーム全体で1つの体力を共有して戦うので、1人から4人までのキャラクターの中で自由な戦術を組んで戦えます。まずはお気に入りの1キャラクターだけを極めるもよし、複数のキャラクターを使って多角的な戦術を考えるもよし、プレイヤーの発想で自由な戦い方を表現できます。また操作しやすい方法にもこだわっています。流れるように味方が乱入してくれる複数のシステムを搭載し、手軽に派手なチームバトルを楽しめます。さらに必殺技は従来のコマンド入力だけでなく、ボタン一つで出せるスキルボタンも搭載しました。出せない技がない操作形態はお気に入りのヒーローを気持ちよく操作でき、自由にスキルやスーパースキルを繰り出せます。格闘ゲーム本来の楽しさをもっと身近に、そんな遊びやすさの究極系を目指しました。オープニングは2対2でバトルが始まり、敵を吹き飛ばすなどステージ移動が発生すると仲間が加わり、チームが強化されていきます。広大なステージを舞台にヒーローが集まっていくといったコミックや映画さながらの表現をバトルに落とし込んでいます。仲間が揃っていくと飛び道具や対空攻撃、キャラクターごとのユニーク行動などさまざまなアシスト行動が使えたり、キャラクターの行動中に交代ができたりと、戦いがさらに激しくカオスな展開になっていきます。1キャラクターでも成立するルールなので、2人目以降のキャラクターは最初から使いこなす必要はありません。ゲームに慣れてきてから2人目、3人目、4人目のキャラクターの練習を始めても対戦は十分に成立するので、自分の成長に合わせて練習できるのも魅力です。無数の組み合わせから生まれるチーム編成により、あなただけの理想のチームと戦略は常に進化していきます。カジュアルなプレイヤーにはお祭りのような爽快感を、熟練者にはアークならではの激しいバトルを提供します。またビジュアル表現や音楽にも妥協はありません。世界中のヒーローたちを日本の職人芸で再構築しました。強さの中にある可愛らしさや人間味、一挙手一投足に宿るアークらしさをぜひその目で確かめてください。格闘ゲームの新しい扉を開くマーベル闘魂ファイティングソウルズ、発売日は日本、アジアでは8月7日、その他の地域では8月6日を予定しています。どうぞご期待ください。まもなく始まるエボ2026ではマグニートが初使用となります。ぜひアークシステムワークスブースへお越しください。それではラスベガスでお会いしましょう。関根さん、ありがとうございました。続いては世界累計400万ユーザーを突破したアークシステムワークスを代表する本格対戦格闘ゲームギルティギアストライブからの最新情報をお届けします。
皆さんこんにちは。ギルティギアストライブプロデューサーの宮内です。発売から6年目を迎えるギルティギア本作は、皆様の応援のおかげで全世界400万ユーザーを突破することができました。この場をお借りして改めてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。本日はギルティギアストライブから次回アップデートに関する情報をお届けいたします。まず次回アップデートの配信日は7月2日を予定しています。このアップデートではブレイジングパス第2弾となるデュエル2アンニュイプロトコルが開始されます。ブレイジングパスはゲームをプレイして PP レベルを上げることで一部のモードで使用できるリワードを獲得できる期間限定の報酬システムです。デュエル2アンニュイプロトコルでは新たなリワードとしてキャラクターに関連した特別なアイテムも登場します。まず注目のリワードが貝の武器スキン風来剣聖騎士団バージョンです。貝がかつて使っていた形状の風来剣を楽しめるスキンとなっています。またブレイジングパスで展開している特別カラーと同じホーンテッド版のカラーもブレイジングパスプラスで入手することが可能になります。ぜひこちらも獲得を目指していただければと思います。そしてクイーンディズィーのアウトフィットも登場します。リアラティアの公務衣装からお忍びでお出かけするようなイメージのデザインでディズィーの新しい魅力を感じていただけるリワードとなっています。普段ディズィーを使用されている方はもちろん、これを機に使ってみたいという方にもぜひチェックしていただきたい内容です。さらに今回のアップデートでは新機能ミュージックプレイリストを追加します。この機能ではゲーム内で再生する楽曲をプレイヤーの皆さんがより自由に楽しめるようになります。お気に入りの楽曲を組み合わせて自分好みのプレイリストを作成できるようになっていますので、ぜひ対戦やトレーニングなどさまざまな場面でご活用ください。そして最後にこちらの予告映像をご覧ください。自給自足無限のエネルギー、我々が目指した超絶最強最先端のテクノロジー、エンドレス直列システムが完成した今、残るは無限のみかんのみ。待ってろよいかがでしたでしょうか。今回の映像ではロボ界の雰囲気を少しだけお見せする内容でしたが、ギルティギアスライブでどのような戦いを見せるのか期待していただけたのではないかと思います。ロボ界のキャラクターフルトレーラーは今週末に開催されるアークワールドツアー2026-2027の予選大会エボ2026にて公開予定です。世界最大規模の大会で繰り広げられる熱い試合はもちろん、ロボ界のフルトレーラー公開にもぜひご注目ください。今後もアップデートを通じてプレイヤーの皆さんに楽しんでいただける展開をお届けしてまいります。引き続きギルティギアストライブをよろしくお願いいたします。ギルティギアストライブの情報は以上となります。アークシステムワークスショーケース、まだ終わりじゃありません。最後に発表となるのはまさかのタイトルです。こちらをご注目ください。 The wheel of fate is turning. 終わることなどない夢をこの手は救えるか、全てが歪むこんな世界でどこへ向かえば見えるだろう、今は行くしかない、無数の真実へ続く道を青の終わりを探して、皆さんこんにちは。アークシステムワークスの小沢です。
今回のブレイブルーセントラルフィクションのアップデートのプロデュースを担当しています。映像をご覧いただいた通り、本作に新たなプレイヤブルキャラクターの追加が決定いたしました。リリースから長い年月が経ちましたが、世界中のファンの皆様が本作を熱く盛り上げ続けてくれたからこそ、今回このような新たな展開を実現することができました。本当にありがとうございます。今回のキャラクター追加はつい先日制作が決まった直後の段階です。本来であればゲーム内で動く映像をお見せできる状態になってから発表すべきなのですが、今回の場で皆様に新しい動きが始まったということだけでも一番にお伝えしたく、映像がないことを承知で発表させていただきました。気になる誰が参戦するのかですが、今回追加されるのはブレイブルー本編にも登場したあのキャラクターです。このキャラクターの正体については今週末に開催される世界最大規模の格闘ゲーム大会エボ2026にて発表予定です。実際のプレイ映像をお届けできるのはもう少し先になりますが、皆様の期待に応えられるよう現在スタッフ一丸となって鋭意制作を進めておりますので、どうか今しばらくお待ちいただけますと幸いです。以上、アークシステムワークスの小沢でした。小沢さん、ありがとうございました。ブレイブルーセントラルフィクションに新たに追加されるキャラクター、どのキャラクターになるのか楽しみですね。ぜひエボ2026にもご注目いただければと思います。アークシステムワークスショーケース、ここまで間もなく発売を迎える完全新作タイトルや各タイトルの新着情報をご紹介してきましたが、そろそろお別れのお時間です。あなたの心に刺さる一本は見つかりましたか？私たちはこれからもユーザーの皆さんに楽しんでいただけるゲームを日々開発していきますので、これからの情報にもぜひ注目いただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。